富士山は、際立って美しい火山です。その美しさの由来は、金星の取れた円錐形にあります。それだけでしょうか。円錐形のほか、富士山の美観を特徴づける、いくつかの要素を挙げてみます。巨大な山体、急峻な山頂部、広大な裾野、そして、それらをつなぐ、輪郭の垂れ下がる曲線。富士山は、決してありふれた火山ではありません。このような山体を形成する条件が揃いがたいからこそ、孤高の山となったのです。巨大な山体が示す通り、富士山は高いマグマ噴出率を誇ります。それは、10万年前の活動開始以来、現在まで一貫して続くものです。富士山の積算噴出量は、日本列島にある陸上火山の中で、最も高い部類に入ることがわかります。特徴的なのは、ここに列挙される火山のほとんどがカルデラ噴火を経験している中で、富士山だけがそうではないことです。高い噴出率の中、破壊的な噴火を起こさずに山体を積み上げたからこそ、巨大な成層火山を築くことができたのです。なぜこの場所に富士山が生まれたのでしょうか。その答えは、伊豆衝突帯と呼ばれるこの地域の形成過程に隠されているかもしれません。複数のプレートがせめぎ合う日本列島の中でも、ここは得意な場所です。ここは、プレート収束境界と火山フロントとが交差する場所。そして、陸地が増加し続ける場所でもあります。伊豆衝突帯と呼ばれる地域です。同じ収束境界でも、トラフや海溝とは明らかな地形の違いが見られます。なぜここには深い溝が形成されていないのでしょうか。プレートの収束境界では、通常、重い海洋プレートが軽い大陸プレートの下に沈み込む沈み込み帯を形成します。大部分が重い海洋近くで形成されているフィリピン海プレートも、北西方向に進行を続け、トラフや海溝に至ると沈み込みを開始します。しかし、火山列だけは、ある理由によりトラフから沈み込みきれず、衝突付加しながら地表に取り残されていくのです。伊豆小笠原湖のような海洋島湖の近くは、三層構造となっています。重い下部近くが本州の下に沈み込んでいく一方、軽い上部近くは沈み込むことができず、上部近くだけが剥がれて取り残されます。その結果、上部近くは本州と連続衝突を起こしていきます。連続衝突の過程で、トラフは順次南側へと移動してきました。現在も伊豆半島の衝突が続く中、次の近い伊豆七島もすでに衝突が始まっているとみられます。そして、安山岩質の軽い中部近くは、プレートとともに若干は沈み込むものの、マントルまでは戻ることができません。ある程度の深さで溶け、マグマとして上昇・貫入します。再浮上した中部近くは、長い年月をかけて地表に露出しています。富士山は、このような連続衝突の発生するただ中で誕生した火山です。この得意な環境がなければ、生まれなかったかもしれません。
1500万年前、この地域には海が広がっていました。日本海がその拡大を終えた頃、本州の中央部には深く広い海峡が横たわっていました。海峡西側の海岸線は糸魚川静岡構造線。そして海峡の間に浮かぶ島は後の関東山地です。陸地は起伏の少ない地形でした。ほとんどが海底火山であった伊豆小笠原火山列は、沈み込み境界を目指して北上を続けます。しかし、ここまで到達した火山列はその軽さゆえに沈み込むことができず、衝突が開始されます。突き刺さる地塊は、関東山地の地層をも変形させていきます。900万年前頃には三坂地塊が、その後は丹沢地塊の衝突も起こり、衝突帯では少しずつ陸域が増えていきました。海峡が閉塞したのは、およそ800万年前のことです。500万年前頃、関東山地付近では、いくつかの火山性の陥没が起きています。このマグマ活動の活発化が関東山地の隆起を促進したようです。300万年前頃になると、フィリピン海プレートの運動方向が変化します。それに伴って本州では東西方向の圧縮が起こり、起伏の少なかった本州中部が隆起を始めます。伊豆地塊は年間4センチメートルほどの速度で近づいていました。当時の三坂丹沢山地は、現在ほどの標高はまだありません。約100万年前、伊豆地塊の衝突が本格化します。この頃、伊豆地塊と伊豆衝突帯では、にわかに火山活動が活発化します。足柄トラフは、堆積と隆起が続いた結果、70万年前頃には陸化しました。足柄トラフが陸地化した直後、箱根火山群の活動が始まります。伊豆地塊の火山活動が東側へと収束する中、本州側では西側への活動の広がりが見られるようになります。足高火山に続き、丹沢山地の西方の尾根から千小御嶽火山が誕生します。続いて、小御嶽火山も丹沢山地上で成長しました。その中で、約10万年前に誕生した富士火山が、急激な成長を遂げて今に至ります。もう一度30万年ほど前に戻ります。現在富士山のある場所には丹沢山地が続いていました。富士山の内部には丹沢山地の一部が隠れているのです。富士山がこれほどの高い標高を獲得できたのは、一つには陸上火山だからです。かつて、深い溝が存在していた南部フォッサマグナ地域は、陸地化を成し遂げるまで1500万年を要しました。陸上火山である富士山の基盤には、その長い積み重ねがあるのです。
富士山の内部には、丹沢山地の他にも複在する山塊があります。約27万年前に誕生した千古御嶽火山は、現在の富士火山とほぼ同じ位置で活動した火山です。富士山が3つの火山帯で構成されていると考えると、富士山の一部と言えます。千古御嶽火山のマグマ組成は、他の伊豆湖の火山と同様に、玄武岩からデイサイトまでの多様なマグマ噴出が見られます。この点で富士火山とは区別されます。千古御嶽火山の噴出物が地表に露出するのはわずか1カ所のみです。しかし、掘削により発見された2カ所のほか、宝永火口の直下にも山体が及んでいると考えられています。かなり大きな山体なのかもしれません。約16万年前、千古御嶽火山の活動停止と入れ替わるように、同様の地点で活動を始めたのが小御嶽火山です。小御嶽火山のマグマ組成は、千古御嶽火山から大きく変化しています。しかし、マグマ噴出率の点では、小御嶽火山までは、通常の沈み込み帯火山の範囲内であったと見られています。その様子が劇的に変化するのは、約10万年前のことです。およそ10万年前、小御嶽火山のやや南側から新たな火山活動が始まります。その火山は、千古御嶽や小御嶽、その他の伊豆湖火山とは異なるマグマ組成を有していました。噴出されるマグマはもっぱら玄武岩です。その玄武岩は、新鮮なマグマとは程遠い結晶分化の進んだマグマでした。そしてそれまでの活動と比較して、マグマ噴出率も劇的に増加します。このような富士山の特異な火山活動が開始された要因はどこにあるのでしょうか。フィリピン海スラブは富士山の直下でも避けることなく続いています。また、千古御嶽火山までの活動にさしたる特異性がないことからも、位置的な特異性のみではこの変化を説明することができません。ある時、この地域で何らかの構造変化が起きた可能性があります。しかし、何が起きたのかは未だ明らかではありません。いくつかある学説のうち、これを説明し得る2つのモデルを紹介します。一つは次のようなものです。このモデルでは富士山の特異性をマグマだまりの深さに求めます。千古御嶽火山は、伊豆湖の他の火山と同様の深さにマグマだまりを有していました。十数万年前のある時、地殻の厚みが急激に増す、何らかの変化が起きます。地殻の断片が伊豆衝突帯にもたらされたのかもしれません。その影響により、この場所にあったマグマだまりが地下深くに移動させられます。この時、千古御嶽火山のマグマ供給は一旦断ち切られます。深さ 20km の高圧下に置かれたマグマだまりでは、玄武岩質のまま分化の進んだマグマが生成されていきます。そして、十分に結晶分化が進み、含水量が一定量に達した後に上昇したのが富士火山のマグマであるというものです。次のモデルは、伊豆衝突帯そのものの特異性と関連しています。
伊豆小笠原湖は、火山配列とプレート進行方向がおおむね一致するという、稀有な島湖です。そのことは、古いマグマたまりがプレートとともに移動し、衝突帯において、既存のマグマ上昇経路と重なり得ることを意味します。かつて富士山の南東方面にあった火山。その火山を乗せたプレートが収束境界に達すると、中部近く以下は沈み込みを開始します。一方、上部近くは取り残されるため、直下のマグマだまりは上昇経路を塞がれて地殻内に閉じ込められます。マグマだまりは上部を塞がれたままプレートとともに移動する間、ゆっくりと結晶分化が進みます。そして、10万年前頃に富士山直下のマグマ上昇経路と合致し、混合したとするモデルです。このモデルによると、10万年前にマグマ噴出率が急上昇したこと、そしてマグマ組成が変化したことをよく説明することができます。いずれのモデルも、十数万年前の特定の期間、伊豆衝突帯における地殻構造の変化があったとする前提に基づいています。富士山のマグマ供給の構造は、いずれ明らかになるかもしれません。活動を開始した富士火山は、当初から爆発的噴火を繰り返していました。中には宝永噴火級の大噴火もあります。しかし、個別の大噴火が重要なのではありません。非常に長い期間、顕著な休止期間を挟むことなく、数百に及ぶ激しい噴火を繰り返していたことが、この活動期の何よりの特徴です。8万年余りに及ぶこの活動期では、南関東方面におびただしい量のテフラを堆積させました。東山麓でのテフラの厚さは100メートルを優に超えます。その影響で、丹沢山地西部の斜面が丸みを帯びるほどです。この爆発的噴火を繰り返した活動期を、星山期と呼びます。火山帯中心部では、溶岩流と火砕物の誤走により山体を積み上げていきました。星山期に爆発的噴火が相次いだ理由は、この時期のマグマだまりがより深くにあり、揮発性成分を溜め込んでいたためと考えられています。星山期の末期は最終氷期極大期と重なります。山頂部の火山活動が氷河の融解を引き起こした結果、融雪泥流が幾度も山麓に堆積しました。富士山の広大な裾野は、この時期に山体を削った泥流堆積物あってのものです。そして驚くべきことは、この時点ですでに現在の山体に匹敵する規模を有していたことです。しかし、火砕物と溶岩の誤走による山体は、必ずしも堅固ではありません。星山期の終盤には少なくとも3回の山体崩壊が発生しています。約2万8000年前には東山麓に、約2万年前には東山麓と南西山麓に、それぞれ岩雪雪崩が堆積しました。富士山の山体は、崩壊と再生を繰り返しながら成長してきたのです。2万年前の山体崩壊では山頂部ごと崩壊し、南西方向に開く馬蹄形火口が形成されました。1万7000年前頃からは、崩壊した山頂部より
多量の溶岩流が流出し始めます。爆発的噴火活動はまだ続いていました。しかし1万年前を過ぎると爆発性が急速に低下していきます。この時期、マグマ供給系が変化し、揮発性成分の放出が十分に行われるようになったことで、穏やかな噴火に移行したようです。高いマグマ噴出率のまま、多量の溶岩流が裾野を固めていきます。富士山の堅固な基盤は、これらの溶岩流がなくては形成し得なかったでしょう。このような多量の溶岩を流出した活動期を、富士宮期と呼びます。富士火山の噴出物は、主に北西南東方向に走る割れ目火口列を急源とします。なぜ、この方向に噴火口が集中するのでしょうか。これらの火口列は、伊豆湖が本州に衝突する方向と一致するものです。岩脈は、最も圧縮される方向と平行に形成されるからです。強く圧縮されている地殻内部にマグマが注入されると、圧縮方向と同一方向に、幅数メートル以下の岩脈が形成されます。中心稼働の周辺では放射状にも派生しますが、離れるに従い、次第に圧縮方向にたなびいていきます。これらの岩脈が地表面に達したところに生ずるのが側火山です。富士山の側火山がこの方向に著しく集中するのは、広域揚力場に規定されているためです。ただし、富士山の割れ目噴火はもう少し複雑です。理想的な配置とは程遠い北東南西方向にも活動的な軸が伸びることがあります。富士宮期では特に顕著です。富士火山の内部にある古い山体を避けて上昇しているのかもしれません。富士宮期では火山帯の基盤となる規模の大きい溶岩流を集中的に流出しました。膨大なマグマ噴出量を誇る三島溶岩流。40km にわたる長大な猿橋溶岩流。富士市街の地下深くに横たわる大淵溶岩流などがあります。富士山麓に多数存在する湧水のうち、特に規模が大きいものは、富士宮期の溶岩流の末端付近に位置しています。層状に重なった溶岩流が地下水脈を形成しているのです。まず、溶岩が薄い上部の破砕された箇所から雨水などが浸透します。溶岩の上下には細かい隙間がある一方、緻密に冷え固まった溶岩の中心部は水を通しません。こうして溶岩層の間に水を蓄えています。そして、溶岩の末端部において水圧により湧き出るというメカニズムです。白糸の滝は、溶岩の末端の層構造がむき出しになった場所。柿田川の源流は、溶岩の末端が地中にある場所。涌玉池や小浜池は、その中間にあるような場所です。富士宮期の溶岩流の形状から、この時期の富士山は、全体的に緩やかな傾斜を持つ山容であったと考えられます。現在の干支中山に似た山容であったのかもしれません。
巨大な山体を築いていた富士山ですが、現在のような急峻な山頂部はまだありませんでした。まんべんなく流れた溶岩が唯一東側に分布しないのは、星山期の山体が壁となっていたものと思われます。この段階の標高では、まだ壁を乗り越えられなかったのです。約1万1000年前前後、桂川の谷を流下した2つの長大な溶岩流がありました。これらの溶岩流は、谷筋にいくつものせき止め湖を生み出します。また、同じ時期の溶岩流によって、富士五湖に連なるせき止め湖も誕生します。縄文時代の早期にあたるこの時代、富士山の爆発的噴火が途絶えて、静かな溶岩の流出に卓越した時代です。気温の上昇も相まって、ここからの5000年間は、縄文時代の富士山麓において、最も穏やかな時代が到来します。桂川の流域は、かつてせき止め湖が多数存在した地域です。富士山麓では、溶岩が流出するたびに、湖の生成と消滅が繰り返されてきました。湖の消滅後も芦原が広がる湿地帯となっていた時の面影を、この風景は残しています。約8000年前からの2400年間が、富士山10万年の活動史における、初めての長い静穏期です。この期間の溶岩流は確認されていません。噴出したスコリアも、ごく小規模なものだけです。人々の生活を妨げるほどの活動もなく、気候も温暖なこの時期は、富士山麓でも多くの縄文遺跡が確認されています。富士宮紀溶岩流がもたらした数多くのせき止め湖。当時の山麓の人々は、そのせき止め湖の湖畔を特に好んで集落を営んでいました。葛飾北斎が描いた誇張された富士山。このように、急峻な山頂部からなだらかな裾野へとつながる曲線は、富士山の美観を特徴づける要素です。成層火山一般の特徴でもあります。しかし、富士山の曲線が特に際立っているのは間違いありません。広くなだらかな裾野は、富士火山の特徴的な活動により獲得したものです。高い噴出率、玄武岩質のマグマ、最終氷期に頻発した泥流堆積物、そして富士宮期に噴出された多量の玄武岩溶岩。これらのいずれも広くなだらかな山体を築くための不可欠な要素です。しかし、富士山の形成にそれだけでは足りません。富士山には急峻な山頂部が必要です。富士山の山体の表層は密度が極めて不均質です。山頂付近の平均密度は裾野の平均密度と比較して小さくなっています。これが示すのは、富士山の裾の部分が堅固な溶岩流で固められているのに対し、山頂付近では隙間の多い火砕物が多いことです。つまり、玄武岩マグマのみの噴出によって鋭角の山頂部を獲得するためには、溶岩流だけでは足りないということです。山頂火口からのある程度の爆発的噴火が必要です。
2600年前頃から再び火山活動が活発化します。まだなだらかであった山頂部からの爆発的噴火の再開です。活動再開の最初期に2回の爆発的噴火が発生します。長い間噴火の影響を受けていなかった山麓の住居にスコリアが降り注ぎました。これ以後の富士山は縄文時代の人々にとって荒ぶる火山となったのです。この活動期で目立つのは山頂部の円錐を構成する噴出物です。溶岩と溶結火砕物の5層からなるこの構成物により、流動性の高い溶岩流だけでは構築し得なかった高さを手に入れます。東斜面には未だ星山期の山体が残っていました。しかし、山頂部の高まりにより、一部の噴出物はそれを乗り越えるようになっていきます。約3500年前以降も続く活動は、爆発的噴火に偏るようになります。短い頻度で大噴火が繰り返されました。多数存在する富士山の側火山のうち、最大の体積を有する大室山は、この時期の噴火により形成されたものです。ここまでにほぼ形成されていた急峻な山頂部は、噴火に伴う火砕流の発生も引き起こします。特に山頂部の西側斜面は、傾斜角34度を超える急害となっています。規模の大きい噴火が起こると、大量の火砕物が山頂付近に堆積します。その時西斜面に降下した火砕物は、急傾斜ゆえにとどまることができず、なだれ落ちることにより火砕流が発生するのです。火砕流の本体の堆積範囲は山腹にとどまります。しかし、本体から派生するサージの範囲は、さらに山麓まで広がっていると思われます。約3200年前、南東山腹で発生した噴火は、零細突出の軽石を伴うという、富士火山にとっては変わった噴火でした。軽石噴火に始まり、すぐにスコリア噴火に移行するという噴火水位は、後の宝永噴火にも見られる特徴です。いずれも南東斜面からの噴火であることと関係しています。宝永噴火のところで詳しく説明します。山頂東側の斜面には、星山期より残る高まりが存在していました。これまで、溶岩の流下を阻んでいた壁です。3500年前以降、山頂や斜面での噴気活動が活発化し、古い山体内部では熱水変質が進んでいました。次第に脆くなっていたのです。約2900年前、おそらく強い地震を引き金に、富士山の東斜面が大規模に崩壊します。山体崩壊は連続して3回発生しました。脆弱となっていた古い山体内部に滑り面が形成され、東斜面がえぐられます。岩雪雪崩は、
御殿場周辺を広く覆い尽くしました。堆積物の厚さは10メートルを超えます。そのため、小高い場所では縄文遺跡が発見されているものの、岩石雪崩の分布域では全く欠けています。山体崩壊により大きくえぐられた東斜面でしたが、その姿が長く続いたわけではありません。山頂火口からの噴火が続いたことによって、崩壊の後は急速に修復されていきます。もともとあった東斜面の高まりが崩壊し、そして崩壊の跡が修復されたことにより、富士山は金星の取れた円錐形となりました。この時期の噴火活動は、山麓の人々にとって過酷なものだったはずです。噴火は集落の形成を阻むほど激しいものだったようです。弥生時代中期、静岡県の東部地域は、周辺地域と比べて、遺跡自体が著しく低調でした。そして2300年前、現時点での山頂火口最後の噴火、S22 が発生します。このサブプリニー式噴火により、深い山頂火口、大内院が形成されます。馴染み深い富士山の山容が形成されたのは、たった2300年前のことです。山頂火口、大内院が形成された後は、山頂からの噴火が途絶えます。山頂に代わり、山腹からの爆発的でない割れ目噴火が中心となりました。最後の山頂噴火により形成された火口、大内院の底は、山頂から約240メートルの深さです。形成当初はさらに深かったはずです。この山頂火口の形成により、中心稼働のマグマが露出した結果、揮発性成分である火山ガスの放出が活発になった可能性があります。いわば、蓋の開いた炭酸飲料です。これが、2300年前を境として爆発性が減少したことの理由なのかもしれません。溶岩流を主体とする噴火は、中心稼働と連結したことで、脱ガスが進んだ後の噴出であったと考えられます。西暦300年から500年頃、富士山の北東斜面では、火砕流を伴う噴火が発生しています。西斜面で発生していた火砕流と同様、こちらも急傾斜に起因する火砕流です。北東斜面は西斜面ほどの急傾斜ではありません。しかし、山腹噴火により急傾斜に火砕球が形成されるたびに、傾斜角は増していきます。そして、火砕球が安息角を越えて積み上がったとき、雲仙火山のような崩壊型の火砕流が発生するという仕組みです。一つ一つの火砕流は大規模とまでは言えないものですが、それでも流下距離は最大 7km に及びます。6世紀以降、宇類川の下流域には、先進的な集落が発達していました。どこよりも高い場所から噴気を上げる富士山。古代の人々がその山に関心を示さないはずはありません。
ここからの富士山は、噴火により、あるいは存在そのものにより、人々の歴史と関わっていくことになります。